お世話になっておりますフォトレシオです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日はシネマレンズです。クックの SP3 というね、これ非常に高いレンズを借りてきました。 RF マウントです。シネマレンズはその名の通り映画用のレンズとして設計されたレンズのことで、周差が少ないとかボケが綺麗とか焦点移動時の画角変化、ブリージングが少ないとかで、フォーカスがね非常に正確にコントロールできる点とか、シリーズごとに色が揃ってるとかね、そういった点に非常に気を使って作られているレンズになります。でそんなシネマレンズの中でも最近オールドルックっていうのが流行ってます。オールドルックっていうのは要するにですね、例えば硬すぎない描写であるだとか、ドリーミーなボケとか、あとはにじみ、あとフレア、ゴーストが出やすいとかっていうようなですね、そのフィルム時代のシネマレンズのキャラクターをあえて設計に取り入れたレンズのことですね。今日比較するレンズはクック SP3 の 25mm、 そして西のアテナプライム 25mm、 最後に一応オールドルックというかオールドレンズ、これはニュー FD、キヤノンのニュー FD の 24mm で、本日の作例は全てキヤノンの R5C の 8K60p ロー ST で撮影された画像を 4K に落として書き出しております。それではご覧ください。どうぞ。それではクック SP3 見ていきましょう。まずはブリージングです。ブリージングは近距離で望遠側にシフトする感じですね。で背景ボケが若干流れるような描写になるところがありますよね。そして逆光ですけれども、逆光を入れるとフレアとゴーストがめちゃくちゃ綺麗に発生します。これはなかなか美しいですね。もうこれだけで買う価値はあるかもしれません。実際に外に持ち出してみたいと思います。これね、木の部分にパープルンジがかなり派手に出ています。また背景ボケがね若干流れるような描写になっているところも気になるところですけれども、何しろフレアが綺麗ということですね。はい、続いて西のアテナプライム 25mm でございます。これはですね、もう完璧なブリージングのなさですね。また背景もボケも綺麗、そして玉ボケもね綺麗な丸型になってます。画面全体の均質度もねめちゃくちゃ高いですね。で逆光を入れてみますが、これはもう若干フレアするだけでゴースト等アーティファクトは1個も出ないという感じですね。はい、まさしく現代的なレンズということで完成度非常に高いレンズになっています。実際に外に持ち出しても周差はほぼなし、非常に画面全体の解像度が高くて均質な描写、非常に使いやすいレンズになっていると思います。それでは最後にキヤノンのニュー FD を見ていきたいと思います。これは単純なオールドレンズですので、ブリージングもかなり派手にありますし、背景のね点光源がサジタルコマフレアで丸にならないという、さらにちょっと周辺部も流れ気味ですね。逆光を入れてみるとフレアは発生し、ゴーストも多少発生するんですけれども、クック SP3 ほどの綺麗なアーティファクトは出ないという感じですね。で条件によってはこのゴーストが出ないこともあるので、なかなか使いどころは難しいかもしれません。実際に外に持ち出してみると、あまりねこのフレアゴーストがうまく発生しない、条件によって出てくる出てこないっていうのがあるという感じですね。また背景ボケも非常にうるさいですね。以上です。クック SP3、 これさすがに完成度高かったですね。周差をきれいに出しつつ嫌な周差は残さないというですね、非常に巧みな設計をしているかなと思いました。値段だけのことはあるということですね。ただ1本80万円ってなると、なかなかその個人で所有するのにはなかなかハードル高いレンズですね。それに対してこの西
これ非常にですね、これ1本20万円ぐらいなんですけど、そもそものシネマレンズとしての完成度が非常に高いなと思いました。画面全域の解像度の高さやブリージングの少なさというか、ブリージングなかったですよね、とあと周差の少なさで、この価格でこの大きさでこの性能っていうのはなかなかないと思います。当然この SP3 なんかと比べると面白みはないんですけど、正直現代であればフレアゴーストなんかは後で足せるので、仕事で使うなら、仕事で自分で持っとくならこれ。はい、で最後ね、ニュー FD いかがだったですかね。これはもうとにかくただのオールドレンズですので、サジタルコマフレアが出るとか、逆光にめちゃ弱いとか、そういった弱点がねたくさんあるんですけど、これは映像に使うとなると意外と使いどころがある。手軽に分かりやすいオールドルックを作るのにこれ有効だなと思いました。ということで以上、今日はシネマレンズを試しました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。